皆さんこんにちは。 CDI キャリアスクールの阿部ちゃん先生です。今日は 3D デザインソフト SketchUp Pro の2023新しいバージョンのですね、基本操作をちょっとこれから解説しながらやっていきます。最初にですね、初期設定というかツールバーを何を開いているかここで確認してみます。メニューの表示、ツールバーです。はい。で、ツールバーのオプションとツールバーのタブがあるんですが、このツールバー側、こちらの方をクリック。これで閉じるです。次にメニューのウィンドウ、環境設定、全般。バックアップを作成する場合はここにチェック入れます。あと、自動保存、何分間隔で保存するかっていうところですね。ここは好みなんですが、バックアップは必要ないときはここチェック外します。自動保存、ここをですね、5分でもいいんですけど、ちょっと短いかなっていう感じします。10分ぐらいにしておきます。それでは実際書いていきます。左側の、ツールの線です。これをクリックします。で、原点から書いていきます。この赤い線が赤軸って言います。赤い軸。XYZ で言うと X 軸になります。この緑の線が緑軸。これが Y 軸になります。で、青い線が青軸。Z 軸ですね。スケッチアップの場合は XYZ じゃなくて、この赤、緑、青という表現になってます。書き始める視点になります。これが原点のところに来たらクリックです。そして、このペンをですね、マウスで動かすとこのように黒い線が書かれます。2のところでクリックします。これで1本目の線が書き終わりました。画面の拡大縮小はこのホイールボタンをくるくる回すとズームインズームアウトになります。そしてホイールをボタンを押すとですね、このオービットになります。このままドラッグすると回転です。で、離してシフトキーを押しながら今と同じホイールボタンを押すと今度はパンです。要は移動ですね。で、離すとこのように書いてる途中でもこのオービットとパンは当然有効になります。線を書くときに赤軸上っていうことはこの赤い軸に平行に書かれてるっていうことです。これがちょっとでもこのように角度がずれると黒い線に変わります。赤軸と平行に書きたい場合はこの線の色に注意して書いてください。で、終了はエスケープキーです。